こんにちは、デッサンという礎です。今回のテーマは、絵画の明度によるコントラストと秩序になります。この動画では、絵画の明度によるコントラストの働きと、明度の明暗による絵画の秩序を理解してほしいと思います。主な内容はご覧のようになります。どうぞ最後までご覧ください。この絵画は、ギュスターブ・クールベが描いた、絶望的な男というタイトルの自画像です。この絵を白黒のモノトーンに変換して、明度のコントラストについて考えてみたいと思います。絵画をモノトーンにすると、明度のコントラストが強くはっきりしていることがわかります。そして、理路整然とした明暗の変化が、写実絵画としての認識力を高めています。このように、明暗の変化で絵画に秩序を与えるには、対象の明度のコントラストを正確に捉える必要があります。この明度のコントラストは、絵画やデッサンに秩序を与える重要な絵画の要素になります。次に、明度のコントラストをより理解するために、クールベがどのように明暗を捉えたか、疑似体験してみます。はじめに、この絵を、黒色、白色、中間色に大きく3分割にしてみます。大きく明度を3つに分けることで、絵画の明度の配分を大まかにつかむことができます。対象の明度を捉えるコツは、目を細めて対象全体を見ることです。目を細めて対象全体を見ると、細かな明暗差が無視され、大きな明度配分が認識できると思います。これが、絵画を黒色、白色、中間色に大きく分けた図です。この絵画の明度を分割する際、顔や手を中間色にする場合もあると思いますが、顔や手を中間色にすると、背景と同化するので、それを避けるため、白色にしています。この図のように、平面的に明度を大きく3つに分けると、絵画が認識されやすいかどうかがわかります。このままでは、まだ何が描かれているかわかりませんので、さらに明度差を描いていきたいと思います。描き進めるときは、絵画の明度差を確認しながら、広い範囲から狭い範囲へ向かって、段階的に明度を捉えていきます。この画像のように、先ほどの白色、黒色、中間色を、それぞれ3つの明度に、さらに分けていくようにすると、ニュアンスの違う9段階の明度ができます。それらの明度の変化によって、立体感や動きなどが生まれ、最初に描いた明度のバランスとプロポーションを維持したまま、絵画は複雑になります。この時、暗くなったり、明るくなったりして、最初に分割した3つの明度の差を逸脱しますが、最初に分けた、白色、黒色、中間色から、明度が変化していることを、認識していることが重要です。最初に大きく3つに分けた明度の差は、画面に秩序を生み、絵画に認識力を与えます。それはさらに絵画を描き込むための土台になります。さらに明暗を描き込むと、この画像のように変化します。この図はベタ塗りなので、繊細な表現はできていませんが、鉛筆や木炭で描いた場合は、同じ中間色でも、黒の下地にある中間色と、白の下地にある中間色を比較したとき、違う色を感じさせることができます。例えば、黒が土台となった中間色と白、白が土台となった中間色と黒、中間色が土台となった白と黒を、それぞれニュアンスの違う色として描くことができれば、秩序のある絵画が表現できます。この感覚が身につけば、わざわざ明度を大きく3つに分けなくても、全体の明度のコントラストのバランスを維持させながら、対象を部分的に描いていくことが可能になります。そうなれば、音楽でいう絶対音感のように、絶対指揮感というものが身につきます。今回、取り上げたギュスターブ・クールベの絵画は、明度の幅を広く使用して、コントラストを強めているので、認識されやすい特徴があります。このような、明度の幅が広いコントラストを、ハイコントラストと言います。反対に、明度の幅が狭いコントラストを、ローコントラストと言います。多くの人気がある絵画は、ギュスターブ・クールベの絵画のように、ハイコントラストの明暗対比によって、秩序づけられて描かれています。
それを確認するために、ハイコントラストで描かれたバロック美術の2点の絵画を見て、この動画を終わりたいと思います。この絵画は、カラバッチョによる聖ペテロの卓形です。カラバッチョの多くの絵画は、この絵画のようにインパクトのある構図と、ハイコントラストの明暗法で劇的に演出され、強い印象を見る者に与えます。このカラバッチョのハイコントラストの明暗法は、同時代や、その後の多くの画家に大きな影響を与えています。この絵画はフェルメールの牛乳を注ぐ女です。カラバッチョの劇的な絵画と比較すれば、落ち着いていて、光に包まれているように感じます。そのように感じる要因の一つは、黒色と白色、中間色の面積比の違いにあります。カラバッチョの絵画の黒色の面積は、白色や中間色と比較すると広いですが、フェルメールの絵画の黒色の面積は、白色や中間色と比較すると狭いのがわかります。そのため、画面が明るくなり、中間色の幅が広く感じられます。そして、中間色の明度が繊細に変化しているので、穏やかな光を感じることができます。黒色の量は少ないものの、明度はハイコントラストなので、黒色が的確に使用されることで、絵画からメリハリが感じられます。今回の動画、絵画の明度によるコントラストと秩序は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。もし、この動画を気に入っていただけたなら、感想や評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。